今回のですね、トランプ大統領の始まったペルシャ湾でのとイランとの、戦闘なんですが、これのね、何が罪深いと言いましても、もちろん戦争自体を引き起こすことは大変罪深いんですが、これでですね、ウクライナとロシアの停戦の話が霞んじゃったってことなんですよね。もうみんな興味は一気に中東に行っちゃってですね、世界の興味みんな中東に行っちゃって、ウクライナとロシアが今どうなっているのかということをね、全く注意と関心が喚起できなくなっちゃったということが、非常にトランプ大統領がやったことで、一番の罪深いことかなと思います。もちろん戦争自体は、ウクライナもですね、中東の戦闘も、それはもう、悲しむべき悲惨なことなんですが、またトランプ大統領が、今回の誰がどう見たってですね、国際法違反の見え見えなわけですから、これでロシアのやってることを、国際社会は、アメリカは非難できなくなるということも一理あることですし、さらにですね、NATO を奪回するとまで、言ってることに関しましては、さすがにそれはないんじゃないかなとは思うんですが、あの大統領ならやりかねんと思わせるところが、やっぱりね、あの大統領たるゆえんかなと思います。今回もですね、沖縄で自衛隊と一緒に訓練した31海兵衛星部隊と第80人空挺師団を中東に派遣したんですが、あの精鋭部隊を派遣したというだけで、これで抑止力になるはずだったのがですね、イランでは全くまだやる気満々になっちゃったというところもですね、本当のところは分からないにしてもちょっと思うところです。だからですね、私も日米安保だっていつトランプ大統領がですね、一方的にやめたっていうか言いかねないということで非常に不安に思ったところです。特にNATO 脱退の話をした時にはそう感じたところです。日本はやっぱりウクライナと違ってですね、ウクライナはロシア一国相手にしてますが、プラス、領土を取られたのは韓国に竹島を取られて、北朝鮮からは弾道ミサイルの実験場されて、また中国からは南西諸島、尖閣諸島の海を取られて、そういう段階において日本一国で自衛隊だけで守りきるというのはほぼほぼ不可能になってきつつある中で、やっぱり安保条約がやめたと一方的に言われるということがどれほどのことかと考えますと非常に心配になったところであります。ということで、その関心が薄れつつあるウクライナなんですが、悲しいかなですね、私もですね、ちょっと体調の変化があってからですね、この2年間行っておりません。先日もこの YouTube で紹介してもらって横田徹さんが最近も行かれたということで、その方にいろんなお話を聞いた時もですね、やはり行きたいなと、募るんですが、キャンセルウクライナ行くにはですね、これは楽屋話になるんですが、当たり前ですが、今ウクライナには空路では行けません。空港はみんな使いませんので空路では行けないので陸路になります。隣国、私の場合はほとんどポーランドからなんですが、ポーランドから陸路で行くんですが、その工程がずっと陸路なんですが大変です。そのさらに、大都市についてもキーウについても、それから西部の都市リビウについても東のハリキウにしたんですね。その移動はほとんど全部陸路です。車であったり鉄道であったりします。特に車の場合はそこから最前線にはもっとさらに時間がかかります。そこに体力的自信がなくてですね、なかなか行き滑れているところなんですが、それも含めまして、ちょっと今どうなっているのか横田さんに聞いたらですね、いや今言ったらガラッと変わってますよという話でした。何が変わってるかと言いますとですね、なかなかこれも写真しづらいんですが、幹線道路がですね、ほぼほぼ金網のドームに今覆われてですね、ドローン対策だそうです。ドローンがですね、やっぱりその金網の隙間を狙って撃ってくるらしくて、降りてくるらしくてですね、今そういうので金網のドームだらけになっているというお話でした。見たいですよね。本当に見たいところなんですが、なかなか叶いません。なのでただ変わらないところはまだあってですね、アメリカが NATO に出たら大変なこともなるんですけど、ウクライナの士気ですよね。ゼレンスキー大統領の人気が落ちてきて、ロシアなんかが早く占拠しろみたいなことが続いてますけど、それでもですね、他にいないってこともあるんですけど、大統領の人気はいまだに高くてですね、あとはですね、停戦に対する、もちろん早く戦争終わってほしいのは、ウクライナもロシアの人も同じなんでしょうけど、ただ、ウクライナの人の方がですね、今ここで停戦したくないと、不利な条件で、ドネツクを取られたまま、東部の州を取られたまま停戦したくないっていうところがあって、
そのところに対する士気だけはまだまだあるというふうに、私も感じたところでありました。やっぱりその辺のところがやっぱり行かないとわからないところでしたね。私も実は9年前、今だと2014年ですから、もうちょっと前です、12年前ですね。12年前に、ウクライナに、侵攻当時8年前、今から12年前、ウクライナのドネツクにおりました。その時はですね、親ロシア派が放棄して、その直前にはクリミア半島を無血割譲した、ロシアが無血割譲したということがあってですね、その時のウクライナのへたれっぷりを見てですね、いやこれはあかんぞと思った次第です。実はプーチン大統領もおそらくその時の成功例があったんでしょうね。ウクライナは簡単だと、もうあんな下手な国民はすぐ占領できるみたいなのがあったんでしょうけど、そこがやっぱり大きな道違いだったと思います。人間もですね、やっぱりこういう成功例から学ぶとよく失敗する。今回のですね、トランプ大統領のイランに対する攻撃もですね、あれも直前にあった今年初めにあったベネズエラの侵攻、あれが成功しちゃったってことですね、あれに味を占めちゃったところがあるんじゃないかという気はします。それは別として、12年前に行ったウクライナを見てですね、いや、これはやばいぞと思って行ったらですね、もう網はからんや、4年前のウクライナっていうのはもう全然士気が非常に高かったのをちょっとびっくりした次第でした。士気が高いだけでなく、もうちょっともう一つびっくりしたのはやっぱり食料が非常に安定していました。私が一番最初に行ったのは、2022年の3月の末、ウクライナに入ったのは3月の一番31日、戦闘が始まってここら立った時だったんですけど、その時だったんですけど、行く前はですね、まずポーランドの空港でですね、水と食料を買い込みました。戦地に行くわけですから、当然食料がないだろうと、水もないだろうと思って行ったんですが、兄はからんや十何時間かけてウクライナに着いたらですね、ホテルの朝食も夜中着いて次の日朝目覚めたらですね、ホテルの朝食で普通に卵スクランブルエッグとですね、サラダと、トーストとバターとジャムとか熱いコーヒーとか普通に出ました。あれには本当にびっくりしたんですが、ここって戦争してんだよなっていう本当に疑いたくなるぐらいのそういう食料事情があったもんですから、これがですねやっぱ大きいんじゃないかなというふうに、これは私の持論ですが思いました。ちなみにですが前回、中東の情勢の時に日本の食料自給率、エネルギー自給率 13% というお話しさせてもらったんですが、日本の食料自給率、これは後でお話ししても、ウクライナの食料自給率って約 140%、要は国民全部を賄いプラス 40% が輸出に回せる、これがウクライナの産業の支えになっててですね、黒海の港から、アフリカから他のヨーロッパ諸国まで小麦を輸出できる、これが強みで、国民みんなにパン、肉、野菜、乳製品何でも供給できるっていうのは強みでした。そこから学べたことって言いますとですね、ここは日本人だから想像できなかったんでしょうね。日本の食料自給率ってやっぱり 40% しかなかったということですね。そこがやっぱり一番の、私たちがやっぱりウクライナの奮闘ぶりを予想できなかったところでありました。エネルギー自給にしたって食料にしたって我が国はどうなるんでしょうね。エネルギーに関しては原油の備蓄は9ヶ月あるって言いますけど、食料に至ってはそんなに備蓄があるとも思えないんで、私は本当にそこが一番心配になるところです。日本はだから、海上封鎖された段階でもう終わっちゃうんじゃないかなという心配を非常にしてます。それどころか中国一国からですね、もう野菜の輸出しないよ、今はレアアースでいろいろ問題になってますけど、これで食料までですね戦略物資にされたらたまったもんじゃないんですが、そうされる恐れも十分あるわけですから、今のうちからそこは考えなきゃいけないなというふうに考えています。それも私がカメラマンです、現地に行けたから感じた感想であって、そこもよく皆さんも一緒に考えていたと思いますが、なかなか国会では地位になりませんね。みんな
っぱり反対派の人もですね、武器を送るなとか戦争するなとか言いますけど、食料をもっと作れとは言いませんから、私的には言った人間としては、武器も大事でしょうが、国防も大事でしょうが、やっぱりその食料ももっと大事かなと、エネルギーももっと考えなきゃというふうに考える次第です。こんな感じで、写真もぜひ一緒に見ていければと思ってるんですが。